前回はトゥーが再び怨霊に絡め取られ身動きが取れなくなったところでシンハが彼を強く抱きしめるまで話した。そして本日は事件が一気に動き出す。シンハとトゥーの関係からもますます目が離せなくなる展開だ。さらにキングとシンハの過去も明らかになっていく。皆さんこんにちは、 BL ホリックのムーニンです。ネタバレを含むのでご注意を。では早速始めましょう。殺人現場でトゥーとシンハが抱き合う場面が SNS で拡散され、それをきっかけにキングは前触れもなくシンハの家へと押しかける。長官という立場を盾に早急に事件をクローズするよう命じるのだった。それでもなおトゥーとシンハが互いと近づきたいという気持ちを抑えることができない。その溢れ出る視線を前にキングははっきりとした嫉妬をあらわにする。一方シンハの家を整理していたトゥーはシンハとキングの昔の写真を見つける。その瞬間、言いようのない不安が胸をよぎる。シンハの身に何か起こるのではないかという予感に駆られる。いても立ってもいられず、トゥーは急いでシンハの元へと駆けつけた。案の定、その予感は的中し、工事現場で鉄筋が落下しそうになったその瞬間、トゥーはとっさにシンハをかばう。代わりに石がトゥーの頭を直撃し、彼はその場で意識を失った。病院で手当てを受け、ようやく帰ろうとした矢先、キングから思いもよらぬ知らせが入る。ダーリンが車にひかれ、病院で意識不明だという。一同は最速で生が待つ待合室へと向かった。そこでキングはダーリンに輸血をし、彼が目を覚ますのを病室で待ち続ける。その傍らで夕食をオーダーする彼らの姿があった。だがその輪の中にトゥーが入る余地はなかった。その光景はまるで時が遡り過去に戻れたかのようだった。家に帰るとトゥーの胸にはモヤモヤした気分が渦巻いていた。だがどの立場で不満をぶつければいいのか分からず、結局は自分をテントの中に閉じ込めてしまう。朝になっても機嫌は治らず、その日はシンハと共に現場へ向かうこともなかった。帰り道、シンハはトゥーと仲直りをするためバラとブレスレットをプレゼントとして買う。どうにかして彼の機嫌を直したい一心だった。そして推測だけで起こるのならと前置きした上で、自分とキングの過去について正直に語り始める。キングとは同僚で常に行動を共にし、捜査もいつも一緒だった。やがて仕事以外でも顔を合わせるようになり、それ以上の関係に発展した。今でもキングに気持ちが残っているのかとトゥーに問われ、シンハはきっぱりと否定する。するとトゥーは危ういほどシンハに近づき、これからもずっとシンハの家に居候したいと口にする。その言葉にもう起こっていないことを悟ったシンハは彼の顔をそっとかわし、その場を後にした。夜になるとシンハはトゥーのテントに入り、彼の隣で静かに目を閉じる。その横顔を見てトゥーは嬉しそうにシンハを抱きしめ、そのまま目を閉じた。翌日ダーリンの見舞いに向かうと、彼は事故の日のことを語り始める。車にひかれたのは幽霊につきまとわれていたからだという。そこでトゥーがスケッチを見せると、ダーリンは突然パニックに陥り、自分が見たのはまさにその幽霊だと叫ぶ。その証言を手がかりにチームはサンティタムハウスへ直行する。調査の結果、被害者たちの皆事件前にその近くの食堂で食事をオーダーしていた痕跡が残っていた。証拠品を持ち帰ると、今度は幽霊がそれに触れた経過を襲い始める。そのため幽霊が唯一近づけない存在であるシンハが証拠品を自宅に持ち帰った方が安全だとトゥーは提案する。そしてトゥーは事件がクローズした後も自分はシンハの家にいていいのかと問いかける。だがシンハはその問いに正面から答えず、話をはぐらかしたままシャワーへと向かうのだった。翌日トゥーは幽霊に取りつかれ、自分の意思とは無関係にシンハの家に出てストリートへと歩き出してしまう。その光景を目にしたシンハは幼い頃の記憶を思い出す。妹もまた同じように何かに導かれるようにして姿を消し、そして二度と戻ってこなかった。その恐怖が一気に蘇り、シンハは必死にトゥーの名を呼び続ける。その声に応えるようにトゥーは正気を取り戻し、なんとか引き戻されるのだった。その夜、シンハは妹を信じてやれなかったことへの罪悪感を初めてトゥーに打ち明ける。トゥーが静かに寄り添い、言葉を尽くして慰めるうちに2人の距離は自然と縮まり、やがて唇を重ねた。そして束の間の甘い夜を共に過ごす。しかし翌朝、その余韻を切り裂くようにキングが逮捕状を手に現れるのだった。また次回お会いしましょう。ではでは。